さて何かと妖艶なキャラが登場するセクシー版ダークソウルズが発売初日で圧倒的に不評になってるとのことで、一体何が起きてるのか、今回はうつろの羽の紹介を行います。こちら女主人公の赤色チックなソウルライクです。片手がうずく設定などまさに赤色さを感じられます。ただし赤色と異なり、うつろの羽はダークソウルズのように育成が可能です。敵を倒しソウル的なポイントを得てスキルツリーで強化できます。その上少なくとも序盤のボスは柔らかめです。これは近年本家エルデンリングナイトレインが出てそこでこなれたという点もありますが、少なくともボスだろうとコンボが決まれば一気に体力を半分持っていきます。ということから序盤はとても遊びやすいです。詰まることなくレベリングもそこまで必要なくサクサク進められるソウルライクになっています。スキルツリー以外にもディアブロのような武器ソケットへの宝石をはめ込めたり、片腕に特定のアイテムを装備し特殊能力を得られたり、今回試せませんでしたが流派システムというものもあります。また装備が敵からドロップするのもダークソウル式でもあり、妖術を強化する構成も作れます。カスタマイズ性は多彩です。一方序盤は優しめですが漢字が難しいです。使ったことがないような文字が相当出てきて読めません。このゲームタイトルすら読めません。調べてみたら民末と読むっぽいです。赤色は和風でしたが仏教や寺がいっぱい出てくるということで中国にもある景観でした。今作うつろの羽はそれを全面的に中国風にしたということで、漢字の難しさも世界観を形作るものなのでしょう。そして何よりも特徴はセクシーさにあります。主人公をはじめ登場する妖怪ですら生めかしい容姿をした敵も出てきます。それを楽しむために衣装のトランスモグがあります。今まで入手したことがある装備の見た目に変えられるシステムです。防具の性能は良いのに見た目があまり好まない場合に活用できます。特に序盤いきなりハイレグアーマーみたいなズボンを入手できるため思うがままです。加えてそれを後押ししているのが DLC コスチュームです。見た目が明らかにおかしかったり、やたら何かを強調した、この衣装でそれを出す必要あるみたいなプロモーションムービーにもなっています。といったことからうつろの羽は硬派な赤色に対し主人公を女性に置き換えたソウルライクを遊んでみたい方が第一のターゲットともなります。プレイヤーと敵両者妖艶に舞う姿を楽しめます。しかも難易度は序盤は少なくとも難しくはなく、ダークソウルズ系入門としても優しい作品です。しかして初日、Steam で炎上気味です。80% の人が不評のレビューを書いています。あまりにセクシーすぎて真面目にやれと怒られたのかと思いましたが、どうも特殊な原因が影響しているようです。まず舞台が中国ということで、近年最もユーザー数が拡大している中国ユーザーが多くプレイしています。1年前ほどに最有機のソウルライクがウルトラヒットし、それも影響してのことなのですが、どうやら中国ユーザーから批判の声が相次いでいます。レビューや掲示板を見ると主に3点が挙げられています。DLC コスチュームが通常版でももらえてしまうバグがある。中国版は価格に調整が入って高くなった。最適化不足。コスチュームに対して本当にそうならば、この動画公開時には運営から何らかの発表はありそうです。価格に対しては SteamDB を見てみましたが、中国では少なくとも現在の日本の価格よりかは 30% ほど安い設定になっています。もっと安かったものが高くなったと怒っている人が多いのかもしれません。ゲームパスにも対応しているため、1ヶ月ならば1000円未満で遊べますが、中国だと地域によっては対応していないようです。次に最適化不足は近年どうしようもないくらい Steam で荒れる要因です。最適化不足といっても色々ありますが、一つ確実にあるのはインテル CPU 問題です。モンハンワイルズで日本の YouTuber の方が炎上していましたが、この数年致命的な不具合があり、BIOS の更新を行っていないと漏れなく発症します。アンリアルエンジン5で起きやすく、今作うつろの羽は用いています。さらに Steam の中国ユーザーが近年爆発的に増えているということで、割合的にまだ対処していない人もそれだけいます。この点に気づかないユーザーがあらゆる作品の掲示板でアンリアルエンジン5のゲームはクラッシュするから最悪だと言い放ち、常に荒れている状況です。もちろん BIOS の更新を行っても、これまた別の要因で動作がおかしくなることはあります。例えば光栄テクモの作品は Steam で結構最適化について批判を受けますが、近年一つ原因が発覚し
しました。それはワンドライブが影響していたというものです。セーブデータをワンドライブ配下のディレクトリに保管するため、セーブを書き込む際にワンドライブ側が異常を検知し、セーブデータのファイルを元に戻そうとし、ゲーム側でエラーが起き、動作がガクガクになり、データが壊れるというものです。あるいはドライバの問題もあります。今作うつろの羽は最新の GForce のドライバならば FPS がものすごく高まるとプロモーションムービーで歌っています。たまにドライバーがすごい古いままで遊んでる人もいます。以上、多彩な要因により特に色々な環境が多いであろう中国ユーザーを中心に批判の声が高まり圧倒的不評な状態になってしまっています。しかしてレビュー数は現在8000件近くありユーザー数がそれだけ多いことが伺えるため今後の対応次第では一気に上向きに変わるかとは思います。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。リリース日は2025年7月24日で価格は7260円です。対応プラットフォームは PC のほか PS5、Xbox となっておりゲームパスならば1000円未満で遊べます。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。うつろの羽。日本語音声付き。あ、主人公左手から何かが出てますね。あら、なんかハレンチな格好した。何かが出てきた。これが武器ですかね。はじめの。よし、進んでみようか。どっち行ったらいいんだ。道は、この下かな。行きますね。あ、じゃあ落下ダメージあんのかな。ちょっと体力減ったような。R1 で、これ切ってるね。斬撃ですね。お、声がするぞ。盗賊か。さあ、アイテム拾おうと思ったら飲んじゃいましたね。人を飛びナイフか。R2 で標攻撃、貯められる。これはダークソウルと一緒ですね。バックサブあんのかな。うら、あ、できなかったか。なんだこいつら。人じゃないのか。見た目がね。声は人でしたね。さあ、お宝。うさぎまんじゅう。かわいいもの持ってるな、随分。奴ら何を漁っていたんだ。警官は、仏教か、赤炉とか仁王とか、そこら辺ですね。これはどっちか ?B。押しっぱなしでダッシュかな。ここから内部入れますね。ネズミがいるぞ。おう、うら。ネズミは切れないのかな。で、ここから下ですね。誰がいる？人だ。これ NPC 切れんのかな。あ、切れないようだね。ため切り。おお、派手だね。左下のスタミナ使ってるかな。お、血を捧げた。ああ、これはかがり火かな。夢に帰る。キャラクターの状態が回復し、物語も進行する。で、敵も復活する。ダクト式だね。まあ、とりあえず休みましょうか。物語が進行っていうのは、寝ることで、なんか思い出すのかな。話をね。で、左はなんだこれ。レベルアップ。経験値を、スキルツリーに割り振れんのかな。ちょっと漢字がいろいろ難しいね。いろいろ技を覚えるっぽいね。二往復でいいのかな。あと倉庫があるね、ここにも。それ以外はまだ、ロックされている。今んとこ敵影は、あいつはどうだ。なんかいるけどね。かかしかな。お？会話できる。普通の人か。戦闘。お、なんだ。うわ、頭が。うわ。瞬身。これジャスト回避かな。それにより、なんかスタック得られる。スタックを使うと、技がなんか使えるのかな。よし、来い。あれ？ディフェンスは？ディフェンスもしかしてこのゲームない？最近、孫悟空のゲーム、あれもそうでしたよね。回避オンリー。技使うにはどうしたらいいんだ？あ、こいつらハイパー持ち？お、L1 で、なんか技使った？ちょっとチュートリアルクリアか？まだいるな。ボス敵かな？ああ、気持ち悪い。いきなり強そう。これ勝てないでしょ、これ。うわー。絶対これ負けイベントで。危ない。お、瞬身取った。お、よし、切れ切れ。うわー。あれ、ダメージ食らってんのか、これ。切れ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 。よしいいぞ。ほい。あらら。どうだった？
うわー、お姉ちゃんお帰りなさい。歯が落ちた。無念。さあ、倒されてしまうと、腹くし、新町によってなんか失う。で、取り戻せる。ソウル的なもの。対峙カメラ。躍動感あるカメラ視点か。演出が面白くなるんだろうね。ターゲット変更できるけど、初めからこいつら体力が少ないね。あ、相打ちした。ハイパーももちなんだよな、やっぱり。一方的に切れない。ディフェンスないのは難しいね、このゲーム、やっぱり。しゃがみもないね、特に。ステルスアタックとか無理なのかな。あれ回収敗。おう、今チャンス。OK。L2。3段。ここか。大切り。決まったー。すごいの決まった。あ、なんだこれ。フィニッシュムーブ。いや、まだ続きましたね。あらー。さあ、勝ったぞ。落ち着いてやれば楽勝だ。武器の切り替え。斧を入した。これで切り替えできると。斧は振りがでかいのかな。あれ ?L2 が実はディフェンスあった。いや、この剣の場合はディフェンスになりませんね。武器ごとだ。新手、回避と瞬残。回避した後、武器の特殊効果を習得することで、より多く、スワを獲得。なんだ ?3 つ同時に装備できる何かを。玉なんとか。全部読めない。なんか入手したのか今。これかアクセサリー的な感じですかね。能力付きの。ヒットポイントが一定値まで減ると。火ダメージが減少。これ火の上取ると。燃えない。いや、なんか、火って書いてあるね。ダメージ食らった可能性ある。次は、瞬足切り。2つの武器を装備してる場合に使えるっぽいけど。L3。あらら。無念だ。さあ、結構戻されたね、これは。ポイントが半分失ってますね。全部失うわけじゃないのか。これを取ったら、先が見えましたね。弱攻撃2段目が敵に命中すると。1スタック。これか。失ったソウル。砲術。三角で使える。長押しで。なんだ。今何やってんだ。いや、なんか使っちゃったな。敵に飛ばしましたね。砲術。もう使えない？何を使ったんだ？消費アイテムで使ったんですかね、砲術は。これで、なんか、ポイント得られるのかな。その後砲術が使える。落下攻撃。くらえー。あれ失敗した。落下攻撃や。ごめん。許せ。お、防具かな。斬撃アップ。良いのかどうかわからないな、これ。見た目に反映されるのかな。多分 DLC のコスチュームがあるという話なんだよね。反映されそうですけど。背後からため攻撃しろと。そうすることで敵はなんとか状態。気絶すんのかな。その敵に対してさらに弱攻撃を行うと。何かを発動。さっきやりましたね。あいつか。やばそうな。やばい。こっち来てる。落下攻撃。決まった。今だ。きれい。いろいろ決まったっぽいよ。やった。すごい。もうほぼラッシュで倒し。落下切り。やったなー。火ダメージ減少。腕がうずく。見言葉？装備品かな。言葉、知恵、記憶、3つがある。で、武器に装着できる。ジェム的なものかな。これをはめられる。装備のカスタマイズが可能なんですね。ところどころで倒れてるな。装備品だ。一式を入手しましたね。かんざし？魔法用かなこれは。あれ今の下着か。なんか随分変わるね。髪型まで変わってるよ。こんなに変わるの。あそこに敵がいる。これだな。アイテムキー。どすこい。やったー。一発か。ボロホイ。斬撃が強いとこれ。やはり斬撃を鍛えるか。現状魔法がほとんど使えませんからね。ボロホイ。これ、やっぱり、ちょっとセクシーだな。まず避けることに専念しよう。ここだ。よし来た。弱切り連打。必殺。
さらに切ってけ。おお、もうちょい。この野郎。おら、やったー。おお、何かが。うわー、左手が。新しいシステムだ。また読めない漢字が。装備中の武器に特殊効果を付与できる。さらに、針に研ぎ石。これがはめられんの。適合できる。まあ、炎攻撃が強くなると。最大5つまで設定できるんですかね。この左手に。なんだこれ。シンマ105分の98。謎のメーターが。外観の変更。あ、見た目だけ変えられるんだ、これもしかして。お、なるほど。こうすることで。ああ、なるほどね。これはいいシステムだ。お好きな衣装で戦えるぞ。お、なんかいた。あいつやべえぞ。なんか動きやべえ。ああ、壺に入ってる。うわあ、なんだ。なんか飛び出てきた。うわあ、こいつで。やばいやばい。ああ、やばい。うわあ、申し訳見えない。一つゴリ押しだ。やばかった。お、なんと二様的な要素がある。見つけるんじゃなくて、切ってしまった。タケノコ。このゲームは水に落ちると、ああ、こんな浅瀬でも、そりゃないよ、ちょっと。あまりに弱すぎる。まあ、そういう病気なのかもしれないね。水に触れるだけで、羽化っていうのはね、あっさり命を失ってしまう。お、手がいる。新手だ。やばいやばい。うわー、なんかこいつ。やばいやばい。うわー激しい。あ、こいつあれだな。初め武器をね、こっちに渡したやつだよね。二頭持ちだ。何回復した。このうわー、やられたー。新魔。あ、さっきのやつがそうかな。倒したり倒されたりすると、新魔値が上がる。代わりに羽化した敵を倒すと減少する。新魔値が溜まった状態でやられてしまうと、強力な新魔が侵入してくる。侵入システム。倒さない限り失った何かを取り戻すことはできない。現状は、新魔ゼロになりましたね。まあ、倒れだから。味方、来た。任したぞ、味方。お前にかかってるんだ。おいけいけいけ、やっちまえ。あら、この野郎。ようやく、よし、今のチャンス。二人でボコれ。ああ、一気に超減らしてる。これいいのこれ。半分以上減らしたんだけど、一気に。チャンス。この野郎。よし、やれー。うわー、やったー。あ、倒した。味方パワーで一発でクリアしてしまった。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。